皆さんこんにちは、みやまです。今回は最近の買ってよかったものをいくつかまとめてご紹介したいなと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せておくので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。ということで、一つ目の買ってよかったものがこちらですね。M4 iPad Pro 13インチになります。2018年に発売された iPad Pro 11インチからの買い替えなんですけど、いやもう最高でしたね。本当に買ってよかったなと思いました。まず何よりもびっくりしたのがこの薄さですね。めちゃくちゃ薄いんですよ。 iPad Pro の13インチってこんなに薄くなっちゃったのってぐらい、もう本当に最初開けた瞬間まずこの薄さに感動しましたね。ただじゃあこの薄さが何か作業をしている時のメリットになるかっていうと、作業中のメリットはあんまりないんじゃないかなっていう気がしますね。もしかしたら持ち運んでる時にいろんなバッグに入れやすい、なぜなら薄いからっていう点はあると思うんですけど、この薄さが作業にいい感じのメリットを引き起こしてるかっていうと、なかなかどうなんでしょうね。そこは私はまだちょっと気づけてないかなっていうような感じでした。で、多分 iPad 買おうか迷ってる方の中にはMacBook の代わりになるのか、ノートパソコンの代わりになるのか、どうなんだろうっていう風に思ってる方が結構いらっしゃると思うんですけど、私個人的な見解からいくとノートパソコンの代わりにするのはちょっと難しいかなっていうような感じですかね。私もそもそもノートパソコンの代わりにしようと思って買ったわけではなかったので、なんかその点については特に満足も不満足もなくっていうような感じだったんですけど、この iPad Pro をノートパソコンとして持ち歩こうとすると、キーボードとあとマウスの代わりになるものを一緒に持ち歩かないといけないんですよね。で、純正のものでそういったものを準備しようとするとマジックキーボードが来ると思うんですが、今回発売された iPad Pro と一緒にモデルが新しくなってるんですよね。この辺がちょっとアルミっぽい素材になっていて、結構スペースブラック系の色だと高級感が増していて、個人的には好きだなっていうようなデザインだったんですが、そこそこ重たいんですよね。前の同じ大きさのモデルよりは若干軽くなってるとはいえ、やっぱり重たいっていうのがあるので、ノートパソコンを持ち歩くよりはこの iPad Pro のセットを持ち歩く方が楽なんじゃないかっていう視点でお求めいただくと、結構あれってなると思うので、ちょっとその点にはご注意いただいた方がいいかなと思います。じゃあノートパソコンの代わりにならないんだったら、この iPad Pro 外に持ち運ぶことはないのかっていうと、全然そんなことはなくてですね、これはこれでやっぱ外に持ち運ぶと結構やる気がマシマシになることも多かったりとかして、特に商品のアイディアをまとめたりとか、ライトルームの写真編集の作業とか、あとこの Apple Pencil を使った方がはかどるメモ系の作業とかもやっぱ iPad Pro 外に持ち出したいなっていう時ありますし、しかもそういった作業と並行してタイピング系の作業、テキストを書く作業がやりたいっていう時が割と多かったりするんですよ。なので作業する内容がしっかり決まってる時とかはノートパソコンを持ち歩かずに、この iPad Pro とマジックキーボードと Apple Pencil のセットで持ち運んで、結構外のテラス席で作業するみたいなことが私は多かったりしますね。で、この M4 iPad Pro と一緒に買った周辺機器の中でもおすすめのやつをいくつかご紹介しようかなと思うんですが、まずはですね、これ何って思うと思うんですけど、このディスプレイにくっつけているガラスフィルムになります。今回私が購入したものがシュピゲンのガラスフィルムですね。 Easy Fit という名前のガラスフィルムなんですが、このシュピゲンのガラスフィルムすんごい貼り付けるのが簡単なんですよ。ちょっとお値段高めではあるんですけど、この幅広い面でも装着失敗することほぼほぼないんじゃないかなと思うので、ガラスフィルム貼り付けるの苦手なんだよなっていう方は、このシュピゲンのフィルムめちゃくちゃおすすめですね。あともう一つおすすめのフィルムで言うと、こちらの着脱式のペーパーライクフィルムですね。これめちゃくちゃ良かったです。やっぱりApple Pencil を長時間使うよっていう時はやっぱ絶対的にペーパーライクフィルムの方が楽なんですよ。なのでどれぐらいの使い心地なんだろうと思ったんですけど、めっちゃ快適でびっくりしました。もうこれ敷くとすごいペン書きやすいんですよね。もうめちゃくちゃ気に入ってます。で、これ着脱の仕組みとしてはめちゃくちゃ簡単で、このフィルムのですね、黒い部分にマグネットが仕込まれているんですよね。なのでこの部分をこうやってディスプレイに近づけてあげれば、あとはもう勝手にピタッとくっついてくれるので、着脱そのものも結構楽にできますし、でしかも私の場合これガラス
フィルムをこのディスプレイの上に貼った上でこの着脱式のペーパーライクフィルムつけてるんですよ。でこの状態でも割とですね問題なく使うことができているので、本当に本格的なイラストのお仕事されてる方とかはもうディスプレイに直接ちゃんとしたペーパーライクフィルム貼っていただいた方がいいと思うんですけど、私みたいになんかゆるーくなんかプロダクトのアイディア考えたりとか、あとはメモ書きですよね。この Apple Pencil を使った、ちょっとしたメモ書きが多いんだよなみたいな方はこっちの着脱式のペーパーライクフィルムの方でも十分役割を果たしてくれるんじゃないかなと思います。で続いてがこれ Apple Pencil にちょっと関連するアイテムなんですが、これです。ここの黒い部分なんですけど、これが Apple Pencil が落下するのを防いでくれるペンシルホルダーになります。で今まで使っていたこの2018年の iPad Pro 11インチのモデルにはドリップさんから発売されてるこのレザー製のペンホルダー使っていたんですよ。で今回もこれ買おうかなと思ったらちょうど売り切れでして、でしょうがないって思ってAmazon で、そこそこコスパがいいものを購入したんですが、これもですね結構良かったですね。サイズ感も全く問題なくて本当にスムーズに着脱できますし、ペンシルもちゃんとしっかりこんな感じで充電ができるような仕様になってます。でしかもですね実際にiPad に貼り付けるここのシール部分なんですけど、ここがジェルシート式らしくて貼り直しが結構しやすいタイプのシートになってます。マジックキーボードとかにつけた時もここのですね接続端子に干渉することがないので、この点でも全く問題なく使えてるよっていうことをお伝えしておこうかなと思います。であともう一つiPad 系の周辺機器でおすすめのやつで言うと、このマジックキーボードの外側に貼り付けているマジックキーボード用のスキンシールですね。私このマジックキーボード外に持ち出してテラス席とかにそのままバンと置いちゃうことが多いんですよ。でそうなると外のテラス席にあるちょっと汚れてるかもしれないテーブルにこの結構お値段のするマジックキーボードをやっぱバーンって置くっていうこともあって、スキンシール買ってみたんですが貼りやすかったですし、質感もそんなに悪くない感じだったので、私みたいにテラス席で作業すること多いよみたいな方には割とおすすめかなと思います。ただこのスキンシールデメリットもあるんですよ。これ素材感的にちょっと滑りやすくなっちゃうんですよ。マットな素材感のデスクとかに置いたりするとですね、このスキンシールも割とサラッとしてるのでちょっと動くことがあったんですよね。なのでそれちょっと気になるなっていうのがあって、私はですねさらにスキンシールの上にですね、これ見えますかね、滑り止めのシールを追加で貼ってつけてます。この滑り止めシールがですねまた結構使い勝手が良くてマジでガッチリデスクに貼り付いてくれるんですよ。本当に動かなくて、これはですねだいぶ重宝してますね。この iPad だけじゃなくて滑らせたくないガジェットとかにはこの滑り止めシールはちょっと積極的にこれからもつけていこうかなと思うぐらい気に入ってます。続いての買ってよかったアイテムがこちらですね。 iPad やノートパソコンと一緒に使える収納アイテムでして、スクリーンシリーズの PC ケースとポーチになります。まずこちらの PC ケースの方からご紹介していこうかなと思うんですが、これがですねだいたい13インチぐらいのパソコンもしくはタブレットを収納できるクッション材入りのケースになってます。で私はこんな感じで iPad Pro 13インチと一緒に着脱式のペーパーライクフィルム一緒に持ち運ぶことが多いんですが、これちゃんと中にですね大きめの収納ポケットがついているんですよ。こんな感じで。なのでこの収納ポケット部分にちょっとした小物を入れて、でこの本体の大きめのメインポケットの方には iPad Pro 13インチを入れてっていうような感じでよく持ち運んでます。でこれ一応公式の説明としては13インチまでにはなっているんですが、なんとですね私のこの手持ちの iPad Pro 14インチなんですけど、実はドンピシャでこんな感じで入っちゃうんですよね。なので最近はMacBook Pro 持ち歩く時もこのケースに入れて一緒に持ち運ぶことが多かったりします。でこのパソコンケース本当にパソコンケースとしてはかなり必要最低限な機能が揃ったものなんですよ。見た目もシンプルですし、クッション材が外側に必要最低限入っていて、で一応内ポケットがあってっていう非常にシンプルなものではあるんですが、何がいいかと言いますと、このアイテム最大の特徴がですねこの外側に使われ
れている素材なんですよ。これ何かと言いますと、なんとですね、映画館で使われていたスクリーンをリサイクルしてこの外観素材として使っているんですよ。もう映画好きにはたまらないアイテムになってます。ただこれちょっと1点ご注意いただきたいのが、この外観に使われている素材なんですけど、長年にわたって実際に映画館で使われていたスクリーン素材っていうのをここに貼り付けて使ったものになりますので、傷とか汚れとかシワがもともとついてる場合があります。でさらに言えば、これ実際使ってて思ったんですけど、シワとか傷とかあと汚れめちゃくちゃつきやすいです。やっぱ白っていうこともありますし、動画だとちょっと分かりにくいと思うんですけど、私ここにちょっと黄色いシミをつけてしまったんですよね。かなりですね汚れやすい素材にはなってしまっています。でもそういった点も込みでこのスクリーンが重ねてきた歴史ですよね。でこれから私と一緒に重ねる歴史そのものっていうのを、もうこの汚れとかシワとかと一緒にもうずっと楽しんでいきたいぞみたいな方にはですね、めちゃくちゃおすすめのアイテムになってます。先ほど PC ケースと一緒に紹介したこちらのポーチも同じくスクリーンシリーズのものですね。実際に映画館で使われていたスクリーンをリサイクルしてこのポーチ型にしてある感じですね。めちゃくちゃ可愛いんですよ。でこのスクリーンシリーズがですね PC ケースとポーチの他にもいろいろあるんですよ。私もあとさらに追加でいくつか買っちゃったんですけど、まずこのサコッシュですね。この紐の部分がグレーになっているので、それに合わせてタグもですねグレーというよりシルバーですね。ちょっとシルバー系のタグになってたりとかしてシンプルでめちゃくちゃ可愛いやつなんですけど、であともう一つ夏に結構良さそうだなと思って買ったのがこちらですね。ボトルホルダーになります。こんな感じでペットボトルを上からスポッと入れられるようになっている、長さ調整できるショルダーベルト付きのボトルホルダーですね。これとか夏出かける時とか結構使ってました。でここにちょっとちっちゃめのポケットがあったりするので、ここには、夏だとあれですね塩タブレットとか、ちょっとつまめるものとかを入れるのにぴったりな感じだったので結構重宝しましたね。映画好きの方にはめちゃくちゃおすすめのブランドなので、気になった方はぜひこの機会にチェックしていただけたらなと思います。続いての買ってよかったものがこちらです。これがですね何かと言いますと耳栓ですね。近所の工事がですね永遠に終わらなくて、朝早くに本当に叩き起こされるんですよ。なのでどうにかならないかなと思って購入した子たちなんですが、私今まで耳栓使って寝たことってほとんどなかったんですけど、初めて知りました。音がしないってめちゃくちゃ快適なんですね。もう本当に早く買っておけばよかったなとしみじみ思いました。で、今回いろんな種類の耳栓買いはしたんですが、特に良かったやつをですねちょっといくつかピックアップしてご紹介しようかなと思います。まず一つ目がこちらですね。これ結構広告とかでも見かけること多いんじゃないかなと思うんですが、ループクワイエットという名前の耳栓になります。でこれシリコン製の耳栓なんですが、周りの音の低減度はそこそこぐらいですね。遮音性が強すぎないので本当に大きな物音には気づけるっていう安心感があります。その代わりですね工事の騒音に関して言うとめちゃくちゃ大きい重機の音とか、あと金属と金属が擦れるような甲高い音とかは、ちょっと耳に入ってくるかなっていうような感じですね。で個人的にはこれつけ心地が結構好きなんですよね。一般的なカナル型のイヤホンのイヤーチップと同じ仕様なんですよ、ここの耳に入れる部分が。なので多くの方にとっては非常に馴染みのあるつけ心地なんじゃないかなと思います。でこの耳栓さらに面白いのがこの耳に入れるチップの部分なんですけど、こんな感じでパコッと外せるようになってます。でこのイヤーチップ同梱されている他のサイズのものに変えてもいいですし、もしですねお手持ちのお気に入りのイヤーチップがある場合はそれに付け替えてあげたりとかもサイズによってはできると思うので、アレンジして自分の好きなように使いやすいっていう点でも結構気に入ってますね。そもそも素材がシリコン製なので水洗いを定期的にしてあげて清潔な状態で繰り返し使える点も非常に気に入ってます。であとこの耳栓デメリッ
トを上げるとすればですね、ここの輪っかの部分なんですけど、ここの部分が耳に擦れた時にちょっとタッチノイズが気になる時がたまにあるんですよね。このタッチノイズについてはですね、気になる度っていうのは結構個人差があると思うんですが、基準で言うと有線イヤホンを使ってる時にタッチノイズが気になっちゃうみたいな方とかは、もしかしたらちょっとこのループクワイエットは相性悪い可能性があるかもしれないので、ご注意いただければなと思います。はい、でもう一つですね、買ってよかった耳栓がこちらですね。とにかく遮音性抜群のモルデックスの耳栓になります。私はですね、今回お試し発展セットっていうのを購入して、いろいろですね、形とか含め試してみたんですけど、私の耳にはですね、これですね、このちょっとちっちゃめのこのくびれがあるこのタイプがめちゃくちゃ相性良かったです。こちらのですね、モルデックスの耳栓がウレタン素材でできた耳栓なんですよね。でこれをですね、耳につけるときこんな感じでギュッギュッと潰してあげて、で耳の中に入れてあげたらだんだん膨らんでいって、耳の穴にですねビタッと密着してくれるタイプの耳栓なんですけど、本当に静寂なんですよ。もうこれつけると全然音が聞こえないので、真っ昼間とかに本当に寝不足でがっつり集中して昼寝したい時とかはもうこれつけてあげるとマジで静寂です。夜ってぐらい、真夜中ってぐらい静寂な空間に包まれるので、その点では非常にお気に入りですね。ただですね、これ音がしっかり遮断される分耳に入れた時の圧迫感が結構あるんですよ。例えばこのちょっと大きめのタイプとかだと、私ちょっと圧迫感が強すぎて耳が痛くなっちゃって逆に寝れないみたいな感じがあったので、その点でもちょっとこのくびれのあるちっちゃめタイプの方が相性が良かったですね。あとこの耳栓もう一つデメリットがあるのが、こちらのですね、先ほど紹介したシリコン素材のループと違って水洗いするのが結構難しいんですよね。で基本的には汚れが目立ってきたりとか、あとこの弾力ですね、ウレタンの弾力が落ちてきたらもう捨てて新しいものに交換するっていうタイプの耳栓になってます。繰り返し使うっていうことがちょっとだけ難しい耳栓になっているので、なるべく一回耳栓買ったら買い替えとかしたくないなみたいな方はやっぱこっちのループの方がいいのかなと思います。続いての買ってよかったものがこのバックパックにつけているこちらのポーチなんですが、これはですねポイという名前のポーチでして、外出先で出てしまうちょっとしたゴミをですねここの中にポーイって入れておくことができる携帯ゴミ箱になります。これがですね結構軽い気持ちで買ったんですけど、めちゃくちゃ使ってるんですよね。超便利なんですよ。例えばこんな感じの飴とかガムの包み紙とか、あとですね最近やっぱよく出るのアルコール除菌シート使い終わった後のやつ、これとかすんごいしっかりした素材だったりするのでトイレに流したりとか絶対にできないんですよ。ちゃんとやっぱ家とかに持ち帰って捨てるか、あとはその街中のゴミ箱に捨てなきゃいけないんですけど、日本って本当にゴミ箱少ないですよね。なかなか捨てる場所がなかったりするんで、やっぱこんな感じでバッグの外に吊り下げたポーチの中とかに入れておけるとめちゃくちゃ便利なんですよ。でしかもここの開け口の仕組みも結構しっかりしていて、普段ですねこのぶら下げてる状態だと、中身が落ちることはめったにないですし、開け方もめちゃくちゃ簡単なんですよ。ここの端っこの部分に親指と人差し指を添えてパカッと開いてあげるだけなんですよね。しかも開け口めちゃくちゃ大きいので中身捨てやすいし入れやすいです。で手がちっちゃめの方はですね、ここに真ん中に紐があるので、こうやってピッと引っ張ってあげれば、これでも簡単に開けることができるようになってます。でこれゴミ箱として気軽に使うっていう点以外でももう一つ、これバッグの外側にこんな感じでぶら下げておくメリットがありまして、なんとですねこの表側のグレーの素材の部分なんですけど、リフレク素材になっているんですよね。夜道とかで車とか自転車のライトがパッて当たった時とかにこれちゃんと綺麗に発光してくれるんですよね。ライトを反射してくれる素材になっているんですよ。で私の場合とか服も黒が多いっていうのと、持ち運ぶバッグもこんな感じでブラックのものが多かったりするので、夜遅く帰ってる時とかやっぱこういうの1個バッグについてると安心感あるんですよね。その点でも非常に気に入ってます。
で裏側のブラックの面にはちょっと深めの外ポケットもついてます。なので両手が使えなくて中にこう物がパッて入れられないよみたいな時とかはこっちの裏面の方のポケットにこうスッと一旦仮で入れとくみたいなこともできるようになってます。でこのメインポケットのこの内側の素材ですね、これは撥水性のある素材が採用されています。なのでこういったウエットティッシュとかを中に入れておいても外側に染み出てくることがないので、この点でも非常に気に入ってますね。で私の場合はですね、このポーチが推奨する用途通り完全にゴミ入れとして使っちゃっているんですが、イヤホンとかモバイルバッテリーとかちょっとしたガジェット入れとして使うのも結構おすすめですね。割と撥水性があったりするので皆さんのお好みの使い方していただけたらなと思います。続いての買ってよかったものがこちらですね。これ何かと言いますと、じゃじゃんとスティックタイプの日焼け止めになります。これ見ていただいた通り半透明の固形型の日焼け止めになっているので、こうやって腕に塗った時に白浮きしないのでめっちゃ使いやすいんですよ。でこれ香りも全然ないんですよね。無香料タイプなので外で塗った時とか周りの人に香りで迷惑かけることもないですし、あとこれ何しろ結構塗りやすいんですよね。ここ一気に広い面にバーッと塗れるので外で日焼け止め塗り直したい時とかめちゃくちゃ楽なんですよね。ただこの日焼け止めちょっと 1.5 注意いただきたいのが、塗った後のベタベタ感なんですけどめちゃくちゃベタベタするわけではないんですがさらっとするわけでもないです。割としっとり感が残るタイプの方かなとは思うので、サラサラタイプが好きなんだみたいな方はですね、こちらのスティック系のものではなくやっぱ液体タイプのサラッとしたやつを使っていただく方がいいかなと思います。続いての買ってよかったものがビジネス書なんですが、セカンドブレイン時間に追われない知的生産術という本になります。セカンドブレインと呼ばれるデジタルメモ術を中心に時短でインプットしてアウトプットするための考え方だったり仕組みっていうのを分かりやすくまとめた一冊になってます。メモ術だったり情報整理術だったりタスク管理だったり生産性に大きく関わるノウハウっていうのがたっぷり詰まった本なんですよ。で私ももともと割とメモマな方でして、iPhone の純正メモとかあと Notion とかにももう何百どころか何千ぐらいのメモが溜まっていたんですよね。なんかこの膨大なメモっていうのをなかなかですね日々の活動の中で活かしきれてないなっていう気はしていたんですよ。でそんな折にですねこの本を読んだところも本当に目から鱗が落ちたような感じで、もうこんな風にインプットした情報を整理しておけばよかったんだなっていうことに気づいて、も本当に参考になったんですよね。なんかこの本を読んでからやりたかったこととかあと新しいことにチャレンジするのが結構楽になったというか、何かをするまでのハードルが結構低くなったかなっていう感じがあったりしたので、日頃から気になった情報をメモしたりとかあとブックマークしたりしている方はですねぜひ一度は読んでみてほしい本かなと思いましたし、いろんなメモ術の本とか情報整理の本とかタスク管理の本とか読んできたけどなかなか続かなかったんだよなみたいな方もですね一度チェックしていただけると何か新しい発見があるんじゃないかなと思います。でちなみにですね実はこの本に関しては大石ゆかさんと対談してたっぷり語っているんですよ。なのでもっとこの本に関して詳しく知りたいなっていう方はゆかさんのチャンネルの対談動画もチェックしていただければなと思います。はい、続いては買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが、最後はいつも漫画を紹介しておりまして、今回は高校生が主人公のおすすめ漫画を2つご紹介したいなと思います。まず1冊目がこちらですね、君と宇宙を歩くためにっていう作品なんですが、もうこれがですね本当に大好きな作品となっておりまして、ヤンキーの小林くんと変わり者の宇野くん、もうこの不器用な男子高校生2人の青春ストーリーなんですけど、まずあらすじなんですが、ヤンキーの小林くんはもう勉強もバイトもなかなか続かないと、結構ドロップアウト気味な感じなんですよね。でそんな小林くんが通う高校にある日ですね変わり者の宇野くんがやってくるんですよね。転校してくるんですよ。でこの小林くんも宇野くんもいわゆる普通という枠からちょっと外れてしまった2人なんですよね。でこの2人の組み合わせがもう本当にめちゃくちゃいいんですよ。一
見ですね、小林くんも宇野くんもよっぽどの接点がない限りは全く違う世界に住んでいるような、もう全然違う性格の2人なんですけど、この2人がですねひょんなことがきっかけでどんどん仲良くなっていくんですよね。でしかもこう仲良くなっていく過程がどっちかがどっちかにこう依存してしまうっていうわけではなく、なんかすごい対等な信頼関係っていうのを2人がこう着実に積み上げていく感じを描いたのがこの作品なんですよ。なんかもうその2人のこう友情の積み上げ方っていうのがめちゃくちゃなんかあったかくて、読んでてすごい幸せな気持ちになれるんですよね。でその点で結構多くの人に読んでいただける作品なんじゃないかなと思って、ちょっと今回こちらの作品紹介したいなと思って持ってきました。やっぱ人の数だけ悩みがあるよねってこともちゃんと思い出せるし、あと人の数だけ優しさの形っていうのもあるよねみたいなことも思い出せるので、本当にあったかい気持ちになれる作品なんですよ。たくさんの人に読んでほしいなと思える名作なので、ぜひですね気になった方はこの機会にチェックしていただけると嬉しいなと思います。で続いての漫画がこちらですね。普通の軽音部になります。最近2巻が発売されたばっかりの漫画なんですけれども、こちらがですねある高校の軽音部員たちの、青春群像劇なんですけど、これがですねめちゃくちゃおもろい。なんか結構静かな熱さがあるんですよね。なんか超ハイテンションなザ熱血青春ものっていうわけではないんですけど、読んでるとなんかめちゃくちゃ熱い気持ちになってくるようなすっごいいい漫画なんですよ。でざっくりとしたあらすじなんですが、まず主人公が女の子です。ちょっと渋めの日本のロック音楽が好きな女の子で、高校生になったばっかりの鳩野ちゃんっていう子が主人公なんですけど、結構ロックに対する思いっていうのは熱い感じではあるんですが、ちょっと引っ込み思案なんですよね。どちらかといえば楽器演奏とかあと歌とかに関してもガチガチの初心者なんですが、憧れのギターを、ようやく手に入れてよしみたいな、高校では軽音部に入部するぞっていうところからストーリーが始まっていくっていうような感じになってます。でこの主人公の鳩野ちゃんをはじめとした登場キャラクターがですね、みんなめちゃくちゃ個性的なんですけど、なんかどのキャラクターにもすごい共感しやすいんですよ。なんか設定とストーリー運びっていうのが無理のない感じになっていて、すごい読みやすい雰囲気でこうポン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 って話が進行していくので、結構ですね個性的なキャラクターにもこうスッて感情移入できて、軽音部って初期の頃とかは人数多いけど練習ちゃんとしないと楽器って全然上手くならないじゃないですか。だからどんどん人数減ってくんですよね。なんかそういうところもうわーリアルみたいな、私全然軽音部とかじゃなかったんですけど、なんかそれでもなんかそのリアリティがすごい分かっちゃうみたいな、あるある絶対そういうことあるよねみたいなのがこうスッて入ってくるような感じで、なんかそういう細かい設定とかにリアリティみたいなものがあるからこそ、結構キャラクターが個性的でもなんか気持ちよく読めるような感じになってるんですよね。で全体的にどのエピソードもコミカルで読みやすいですし、それでいて主人公の鳩野ちゃんがめちゃくちゃいいんですよ。ちゃんと地道な努力ができるタイプで、これは楽器に向いてるわって実際私も読んでて思いましたし、あとやっぱりこう人前に出て演奏するとかってこうチャンスが来たらちゃんと入って立ち上がって、もうどんなに緊張していても心臓バクバクでもやるときはもうやらなきゃいけないんですよね。なんかそういうちゃんと決めるときは決めるみたいな静かな根性みたいなのもしっかりあるタイプで、なんかすごい主人公の鳩野ちゃんに好感が持てるんですよね。その点でもすごく素敵な青春ストーリーに仕上がっているので、気になった方はですねこちらの作品もぜひこの機会にチェックしていただけたらなと思います。ちなみに今回紹介しきれなかった漫画については最近だとノートと楽天ルームに感想付きでまとめて掲載しているので、もっといろいろ漫画読んでみたいなみたいな方は概要欄にURL 貼っておくのでぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回は最近の買ってよかったものをまとめていくつかご紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もこういった買ってよかったものとかお気に入りのものとか身の回りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。あとちょっと体調不良で久々の動画となってしまって大変申し訳ございませんでした。今後もですね体調優先でマイペースに動画更新していこうかなと思っているので応援いただけると大変嬉しいなと思います。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。みやまでした。バイバーイ。